今回は、レベル111、マルファンクショナルメトロポリズについて解説していくよ。何かしらの大都市なのはわかる。簡単に訳すと故障した大都市って感じだね。インフラとかが終わってる街なのかな？まずは部屋の外観。レベル111は、光り輝くビルや超高層ビルが林立する、やや未来的な巨大な都市なんだ。中央のスクリーン、ブルースクリーンになってないか？次に、レベル111について説明するよ。レベル111の脅威指数はクラスエラー。危険で、空間も不安定で、エラーが起こっているんだ。この空間にふさわしいクラスだな。次に、レベル111の特徴について説明するよ。レベル111は、高層ビルが立ち並ぶエリアが空間の大半を占めていて、公園や森林、河川などの自然のある地域はごく限られたエリアしかないため、プラスチックゴミや有害化学物質、金属部品で汚染されているんだ。空気汚染とかもありそうだな。でも、この大都市で最も目を引くのは、BSOD、通称ブルースクリーンを表示する大型スクリーンが、至るところに設置されていることなんだ。もしかして故障してるものってこれか？これらのスクリーンは広告看板、ビルボード、空港案内表示、何かがトリガーされた際の表示装置など色々あるんだ。異様な雰囲気だな。さらにこの都市は永遠に夜明けの時間に固定されていて、天候の変化は一切ないんだ。環境的な脅威はなさそうだな。レベル111は、主に2つのエリアに分けることができて、ザマルスクエアとジエラーポートという2つのエリアに分かれているんだ。まずはザマルスクエアについて説明するよ。ザマルスクエアは都市の中心部で、現実世界の大半の主要都市に見られる、密集した賑やかな中心地を象徴しているんだ。街中を探索すれば物資とか見つかるのかな？ザマルスクエアの街路には、おそらく同じ都市に製造されたと思われる、大量の放置車両が溢れていて、車内に運転手や乗客がいないにもかかわらず、街では絶え間なくクラクションが鳴り響いているため、精神的に不安定になりやすいんだ。結構でかい音がずっと鳴ってたらそりゃ不安定になるだろうな。車両は施錠されていないようで、乗り込むことができるんだけど、車内には生存者に有益なものや価値あるものは何もなく、さらに、車両の電子制御は反応せず、運転することもできないんだ。ただうるさいだけなのかよ。道路の交差点はさらに混沌としていて、横転した車両や衝突した車両、さらに老朽化した車両が交差点を塞いでいて、これが大都市の深刻な交通渋滞の主因を示唆しているんだ。道路状況が荒廃している。その結果、ガス臭とスモッグが街全体に蔓延し、視界を遮るとともに、それを吸い込んだものに吐き気を催させる効果があるんだ。ガスマスクは必須だな。また、道路には意味不明で尻滅裂な道路標識が、周囲の状況を考慮せずに無作為に設置されていたり、ザマルスクエア内の建物は、すべて立ち入り不可で、入ろうとする途端にグリッチで外に弾き返されるんだけど、それでも窓越しに内部は確認でき、比較的正常に見えるんだ。もはやエラーの域じゃねえな。ザマルスクエアの外へと続く道を長く進み続けると、いずれ行き止まりに遭遇し、その行き止まりを越えようとすると、レベル111の次のエリアであるジエラーポートへとテレポートされるんだ。完全にバグ技じゃん。ザエラーポートは、レベル111の第2エリアで、現代的な空港を彷彿とさせるんだ。なるほど、エラーとエアポートを掛け合わせているのか。侵入を試みると、建物内数メートル地点でグリッチが発生し、背後には、おそらく歓迎メッセージを表示するはずの、ブルースクリーンモニターが数台設置されているんだ。ここでもブルースクリーンか。内部は広大に見えるんだけど、ブルースクリーンモニター付近に存在する、見えない壁により、さらなる侵入は阻まれるんだ。無限空間にはなってないのか。モニターの後方には3本の通路が伸びていて、左の通路は行き止まりと思われる場所へ、右の通路は閉鎖されたオフィス風の部屋2つへ、中央の通路は3機の静止したエラープレインズへと通じているんだ。行き先が決められてる感じか。いずれかの飛行機に乗ると、数メートル先までグリッチされ、その後、中央回廊の天井には青色の BSOD、通称、ブルースクリーンを表示した大型端末が緩やかに設置されています。この端末は、当該レベルに配置されている他の壁掛け型スクリーンとは異なり、
非常に軽い力で取り外すことが可能です。当該端末を使用することで最初の部屋への侵入が可能となり、その室内には複数の長い白色テーブルが設置されています。各テーブルの上には、青色のエラーメッセージを表示した、古い S 型の着脱式コンピューターが多数配置されており、さらにテーブルの横にはオフィスチェアが整然と配置されています。最初の部屋に設置されているコンピューターを操作することにより、第2の部屋への侵入が可能となります。当該部屋へと続く扉は木目調の塗装が施されておりますが、材質は特定できず、叩いた際には金属特有の鈍い音が確認されます。第2の部屋は最初の部屋と類似した構造を有していますが、照明が暗く、設置されている机は、木目調の塗装が施された一般的なものとなっています。室内の薄型コンピューターはより大型で、かつ古い機種に置き換えられており、取り外しは不可能です。これらのコンピューターも青色のエラーメッセージを表示しますが、一定の入力操作は受け付けます。いずれかのコンピューターにおいてスペースキーを動かした場合、次のいずれかの事象が発生する可能性があります。48% の確率でクラッシュ。画面が赤色に変化し、当該コンピューターが使用不能となります。32% の確率で安全なログアウト。画面が黄色に変化し、当該コンピューターは使用不能となりますが、室内に存在するランダムな1台のコンピューターがクラッシュを呼び、ログアウト操作を受け付けなくなります。14% の確率で誤動作。キー入力後、特段の事象は発生しません。4% の確率で再起動ゲートウェイへアクセス。画面が緑色に変化し、左側の廊下へと移動します。その際、鮮やかな緑色の扉が開放されます。2% の確率で全体的なグリッチアウト。画面が黒色に変化し、ステージ全体が不安定化した後、ザビギニングへ転送されます。リブーティング。リブーティングとは、主としてレベル2過度の力が加えられた際に発生する一般的な現象であり、レベル1の物体を強く叩くことによって誘発されます。ただし、本現象は偶発的に発生する場合も確認されています。再起動イベントが発生した場合、人間以外のオブジェクトやエンティティは、レベル111の地表上における複数の地点へ急速に転送され、中程度の不安定状態を引き起こし、視覚上にはグリッチが発生します。また、ブルースクリーンを表示していた画面は、白と青で構成された進行状況バーに切り替わり、99% の地点で停止しているかのように表示されます。本現象を停止させる唯一の基地の方法は、当該レベルから完全に退出することです。再起動イベント発生中はノークリックが機能しないため、退出手段は、G エラーをポートに限定されます。これを実行することで再起動が完了し、次回の訪問時には当該レベルが正常な状態へ復帰します。理論と仮説。レベル111の存在理由については未だ解明されておらず、その存在を裏付ける直接的な手がかりや証拠は極めて乏しい状況です。一部の研究者や関係者による推測では、レベル111は新たに生成されたエンティティ、またはそれらによって生成されたオブジェクトの試験場として機能している、あるいは過去にそのような役割を担っていた可能性が指摘されています。加えて、当該レベルは都市をテーマとして設計されていると考えられており、そのため新規に生成されたエンティティやオブジェクトが、大都市の多様な構造物に対して自らの能力を施行する場として、利用されている可能性があります。また、レベル111の地形が常に変化している点については、このレベル特有の不安定性を引き起こす使用因であるとする見解も存在します。さらに別の説として、レベル111はバックルームズ内部において、新規レベルを作成、設定するためのサンドボックス環境であり、完成後に公開される性質を有する可能性があるとも考えられています。レベル111は、ザコラクテッドインスタビリティと、同一の起源を有している可能性が指摘されています。具体的には、現実世界の断点がバックルームズと衝突した結果として、形成されたものである可能性、あるいは何らかの廃棄されたレベルの残滓である可能性、さらにデータベース内における特定の指定番号が、都市構造に不具合を引き起こした結果である可能性など、複数の説が存在します。エンティティ、プレダトリーパイロンズは、レベル111において、確認されている唯一の敵対的エンティティです。幸いにも、当該レベルが有する大都市構造の不具合的性質により、これらは重大な脅威とはなり得ないと考えられます。入り口、1、レベル110における行動。人形の局部を取り外した場合、徘徊者が地面を投下しながら移動を開始し、その後最終的に当該レベルへ到達します。2、ザコラクテッドインスタビリティ、サブレベル2の事象。
当該領域において BSOD イベント発生時に透過状態となった場合、レベル111へと転送されます。3、ザビギニングでの操作。ALT キーと F4 キーを同時に動かした場合、当該レベルへ移動します。出口1、ノークリックによる転送。通常、任意の地点でノークリックを試みた場合、レベル404へ到達することが確認されています。2、第2の部屋コンピューターの黒色表示による不具合。第2の部屋に設置されているコンピューターのいずれかが黒色表示となった場合、当該レベル全体に不具合が発生し、使用者はザビギニングへ転送されます。その他、確認されている出口として次のレベルがあります。レベル1、レベル2、レベル4、レベル8、レベル16、レベル32、レベル64、レベル410、レベル139以上となります。